御朱印旅正治です。今回は御朱印 Q&A です。皆様から時々御朱印についての疑問をいただきますので、私の御朱印巡りの経験からお答えできればと思います。あくまで健康維持のために御朱印巡りを始めた、ある意味素人の私の見解ですので、勉強中のことも多いので参考程度にしていただければ幸いです。はい、御朱印とは神社仏閣を参拝した証として拝受できる朱印のことを言います。拝受と言いましたが、お守りやお札と同様に神様やご本尊の分身とされるものになるので、買うではなくてお受けするものなので拝受と言います。そのためぜひ大切に扱ってください。基本的に御朱印の中心に神社名やお寺のご本尊名などとともに参拝した日付などが墨字され朱印が押されます。最近は神社仏閣の特徴的なものや季節を感じるデザインのスタンプのようなものが押されることも多くなり、今までの御朱印の概念を覆すカラフルなものや可愛い御朱印も登場して注目されています。そして御朱印の始まりは諸説あるようなんですが、農協をした証として授与されたものが始まりのようです。農協とは般若心経などのお経を書き写したものを収めることを言います。私もお寺で写経体験をしたり、ネットで販売している写経用紙で自宅で書いたりもしています。筆を使うことはもちろん、最近は文字を書くこともあまりなくなって、新鮮な気持ちで無心になれるのでおすすめです。今でも稀に、農協しないと御朱印がいただけない場合もありまして、また簡単な写経をするといただける御朱印がある、お寺も、ありますね。そうですね。私はもともと鉄道好きから旅行好きになりました。2002年に初めて御朱印帳をお受けしてから、旅先で時々御朱印をいただく程度だったのですが、年を重ねて健康診断で脂質異常が続くようになったため、健康維持のために本格的に御朱印巡りをして歩くようになりました。また少子高齢化で2040年までに約35%の神社仏閣が消滅する可能性があるとの試算もあるようです。正直私は宗教の細かなしきたりにあまり縛られたくないのですが、大きな神様のような守ってくださる存在があるのは信じていまして、それに感謝を伝えられる神社仏閣という場所は大好きです。大切な文化財が保存されている神社仏閣も多いですね。そんな神社仏閣という場所を守っていくためにも、御朱印という形で納めるお金が少しでも維持に役立てばいいなと、そう思って神社仏閣巡りをしています。今後は地方の御朱印を頑張っている神社仏閣をもっと応援できればいいなと思っています。はい。御朱印はですね、お守りやおみくじなどを扱う授与所で受けられることがほとんどになると思います。拝殿や本堂の左右どちらかにあることが多いですが、朱印専用の窓口がある場合もありますね。拝殿や本殿から少し離れた参道途中にあることも時々、最近は御朱印のサンプルが掲示されている場合もあるので分かりやすいかと思います。また鎌倉の杉本寺のように本堂の中でお受けできることもあります。さらにお寺の場合は農協書と掲示されている場合も多いですね。最近伺った例では宮城県の平泉、卓国の岩や毘沙門堂のように、拝観受付で御朱印帳を預けて、帰りに受け取るスタイルもあります。明王不動尊では
事務所で御朱印をお受けするのですが、普通の住宅用のような入り口で一瞬ためらう場合もあるかと思います。さらに浅草寺では本堂とは少し離れた別のお堂でお受けすることになります。このように神社仏閣によって様々なので、事前に調べておくと安心かと思います。はい、基本的に御朱印帳がないと御朱印を受けられないので注意してください。メモ帳やノートに依頼するのは失礼になりますのでやめましょう。忘れた御朱印帳が途中であってもその神社仏閣で御朱印帳があればこれも縁なので新しく排除しても良いかと思います。もしくは書き置きがあるか確認してみてください。最近は書き置きの御朱印を用意している場合も多いですね。なので排除した御朱印が折れたり汚れたりしないよう、収納用のクリアファイルなどを持ち歩くようにしています。大洗磯前神社や、桜木神社などでは御朱印を排除した際にクリアファイルに入れていただけることが多いので、私はそのクリアファイルをカバンに入れて歩いています。一般的な御朱印は300円、500円が主流になっています。しかし最近は素敵なデザインの御朱印も増えてきています。見開きや切り絵の御朱印のような手の込んだものも目立ちます。さらに、刺繍御朱印や、プラスチックのようなクリアな御朱印などもあり、新時代のものも登場してますね。なので納める金額も多種多様になっています。ちなみに御朱印は神様やご本尊の分身をお分けいただくものなので、買うのではなく納めると言った方が良いでしょう。お題のことを神社では初穂料、お寺では至納金などと言います。また時々御朱印代はお気持ちでと言われることがあるかと思いますが、そんな時私は500円を納めるようにしています。はい、まず右上に奉拝と書いてありますが、これは慎んで拝むことを意味するそうです。要するに神社仏閣に参拝しましたよということになります。コロナ禍では御朱印を郵送していただいたこともありましたが、その際には「遥拝」という文字が書かれていました。これは離れた場所から拝むことを意味するのだそうです。御朱印を排除した日付もほぼ入ります。で、この日付で気づいたのですが、日にちが不思議な文字のことが時々ありまして、これは20日や30日を省略して書いているものだと思われます。皆さんもちょっと御朱印を確認してみてください。そして中心に大きく墨字が配されることが多いですが、神社は神社名、お寺はご本尊のお名前が入ることが多いです。その他お寺には成田山新勝寺のような、参号を持つので、その参号が記されることも多く興味深いですね。中央に押されるのは神社は社名の印が多いです。押印として社紋の小さな印が押されることもあります。お寺の場合はそのお寺のデザインの印が押されてこれも興味深いですね。さらにお寺特有の梵字が押されることもあるので注目です。この梵字には様々な意味があるようなんですが、まだまだ私ちょっと勉強中です。はい、いかがだったでしょうか。御朱印巡りの参考になれば幸いです。まだまだ私も勉強中なので、さらに御朱印巡りをしながら新しい答えや発見がたまったらまたまとめていきたいと思います。それでは皆様も楽しい御朱印巡りを。